皆さん、こんにちは。今日も聖ジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さんは最近どんなことで孤独を感じましたか？皆さんはそもそも孤独という感情をよく感じますか？それとも、めったに感じないですか？もし人生で一度も孤独を感じたことがないっていう人がいたら、えーとても気になるので、ぜひ教えてください。私はかなり孤独という感情を感じる方です。で、孤独感って他の感情とはちょっと違う重さがあると感じているんですね。悲しいとか悔しい、怒っている、嬉しいとかってエネルギーが出ている。こう、体の中にある感情がわーって外に出るような感覚があるんですけれども、孤独っていう感情を感じている時ってもうエネルギーが吸い取られてしまって、その感情が体の中にズドーンと下の方に体を重くしている感じがするんですね。これ、わかる人いますか？なんだろ悲しい時とか怒ってる時、私よく走ったりするんですけれども、孤独だなっていう時は、もうベッドにうーって丸まっていたくなってしまうんですね。で、多分、ほとんどの人が孤独感を感じたことがあるし、人生のどこかで感じると思うので、そもそも孤独という感情自体は悪いことではなくて、普通の感情なので、全くそれを感じること自体には心配しないでいいと思うんですけれども、私の場合は孤独感を感じているとか、孤独であるっていうことに気を取られすぎて、一人でいることを楽しめない時期っていうのがありました。でも孤独感って、じゃあ孤独を感じないように一人でいないようにしようとか、もっと友達をたくさん作ろうとか、環境を変えたところで、まあ多分どんな環境であっても何かしらの方法で孤独感って感じてしまうと思うんですね。なので孤独を感じないようにするっていうよりかは、こう孤独とどう向き合うか、孤独という感情をどう認識するかに焦点をずらした方がいいのかなと思っていて、なので今回のエピソードでは私が今まで感じてきた、もしくは今感じている孤独感と、それとどういうふうに向き合っているのかを、お話ししたいと思います。孤独って一言に言っても、いろんな孤独感があると思うんですけれども、私は多分19歳くらいまで記憶の限り孤独というものを感じたことがなかったです。すごく恵まれたことに、あの友達にも恵まれていたし、家族にも恵まれて、あと趣味とか好きなこともたくさんあったので、あんまり孤独っていうのを子供時代に感じたことはなくて、で、初めてそれを経験した、もしくは意識したのは、19歳でドイツに留学した時でした。で、この話、海外に住むっていうのがどういうことなのかっていう話は、前に泊まりたいっていうサムネイルのちょっとタイトル忘れちゃったんですけれども、キャプションに入れておきますが、前に他のポッドキャストでもお話ししたんですけれども、海外にいる時ってもう本当に家族もいないし、昔からの友達とかもいないし、すべてが新しいことだし、自分の言葉がわかる人もいないし、で、簡単にコミュニティを広げられるわけではないので、人生をゼロからやり直すようなものですよね。なので、その19歳で行った
時、私は反抗期が長くて、まだ親と喧嘩したりとかしていたんですけれども、海外に行って初めて、あ、家族っていう存在って偉大だなと思いました。ちょうどコロナの年だったんですね。で、幸いなことにも、何週間も一人で部屋にこもってないといけないっていうのはなかったんですけれども、それでも大学の授業にも行かないし、で、パーティーとかイベントがしょっちゅうあるわけでもないので、結構の時間を一人で過ごさないといけなかったんですね。で、ラッキーなことに私は友達をたくさん作れたので、まあ1日に1回か2日に1回は絶対友達に会えるっていう状況だったんですけれども、まあどんなに友達と会えても、1日24時間、1週間、7日の中で、やっぱり一人でいる時間の方が長いし、で、その孤独感を友達だけで紛らわそうとすると、本当にいろんないつもいつも友達と会わないといけなくて、それはそれで社交するのに疲れてしまって、こう、どうしようってなっていたんですね。なのでその時に、家族って努力しない社交、エネルギーを使わない社交なので、あ、それってすごくラッキーなもの、持っててラッキーなことだったんだなっていうのに気づきました。で、この時は若かったので、若かったし、まあ、留学中って孤独以外にもいろんなことに立ち向かっている最中なので、なんかもっと一人で楽しめるようになろうとか、そういう努力はできずに、むしろ人と比べるようになってしまいました。例えば、友達がもっと多い友達を見ていいなとか、言葉が通じる何人のグループとかある人見て、あの人たちはあのグループがあるから孤独じゃないんだとか勝手に決めつけたり、他にも親友と呼べる人がいた人たちを見て、ああ、でも私はあの人たちの親友ではないのかとか、まあ、素敵な友達に本当に囲まれていたのに、その中でも私より孤独な人は周りにいるのかみたいな感じで、なんだろうな、人と比べたり、自分より孤独な人を探して安心するとかいうことを始めてしまいました。で、日本に帰ってきて、まあ、家族もいるし、昔から会ってる友達もいるし、大学にも通い始めたし、あとはバイトをたくさんしていたので、バイトでできた友達とかもたくさんいたんですけれども、今度は違う種類の孤独を感じ始めます。多分、ドイツで感じてた孤独って、結構物理的な、本当に人が周りにいない、一人でいるっていうタイプの孤独だったんですけれども、東京に帰ってからは、もっと感情的な、理解されないっていうタイプの孤独を感じました。あの、ドイツですごいいい経験をしたんですね。すごいいろんなことに対して、いろんなことに対してオープンに話せて、で、その時にフェミニズムとか人種差別とかそういう社会問題についても話したり学んだり、政治のこともみんなで話したり、こんな世界があるのかっていう、びっくりする体験をして、で、私はそれがすごい気に入って、で、日本に帰ったら、そういう話を全然できない、したいと思ってる人がいなくて、私が興味を持っていることを、まあ、シェアできる人っていうのがいなかったので、なんか誰にも理解されないなっていうタイプの孤独を感じました。なので、人にはすごい囲まれてて、友達ともいろんな時間を過ごしてるけど、友達ともたくさんの時間を過ごしてるけど、心の底ではなんか友達いないなっていうふうにずっと思っていたんですね。で、あとはさっき人と比べ始めてしまったって言ったんですけれども、この人と比べるのがもっとひどくなってしまいました。というのも、外の世界を知ると比較が簡単になってしまいますよね。私は知らない方がいいこともこの世にはいっぱいあると思っているんですけれども、私にとってはドイツに行って
で、みんながパーティーしたり遊んだり、こう湖に行って、なんだろすごい若者たちが遊んでるのを見て、はあこんな楽しい世界があるのかと知ってしまって、自分は今まで何をしてきたのかっていう気持ちになってしまったんですね。というのも、日本人って結構、もちろん遊ぶ人は遊ぶんですけれども、遊び方が違うし、遊ぶ量も、遊ぶということにそんなに重きを置いていない。例えば同じ大学生でも私が日本で大学生してた時は大学行ってでバイトをめっちゃしてバイトをたくさんしてでその隙間時間で友達に会う。で別に金曜土曜の夜バイトしててもいいし自分の誕生日の日にバイトが入ってしまっても別に何とも思っていなかったんですね。でパーティーもそれまでしたことなくてで、ところが、ドイツに行ってみると、みんな週末パーティーしてて、自分の誕生日になったら、友達全員集めて、30人ぐらいで誕生日を一緒に祝ったり、で、もし週末のように勉強するなんて言ったら、何やってんの遊びに来なよみたいな感じで言われて、あ、こんなに遊ぶ仕事とか勉強以外のことに一生懸命な人たちがいたんだっていうのに気づいて、で、私は結構遊ぶの大好きなので、あの当時留学中他にも日本人の子がいたんですけれども、例えばその子はパーティーあまり好きじゃないなって言ってしなかったんですけれども、私はもうイエーイパーティーしようみたいな感じでどんどんあの遊ぶ方向に行ったんですね。で日本に帰ってきて、例えば私の友達の中ではクラブに行ったことがあるもしくは行くっていう子が本当に1人2人とかしかいなくて、であとはこう居酒屋でご飯を食べながら飲むとか、まあ、それでもいいんですけれども、とにかく友達に会うのが大変なんですね、東京に住んでると。一人の友達と多くても会えるのは3週間に1回で、普通はもう1、2ヶ月に1回、最近どう元気ちょっと会ってないから会おうみたいな感じで、あのー近況報告をするみたいな遊び方をするのが、大学生の時から普通だったので、毎週末友達と遊ぶっていうのは、もしその毎週遊ぶ友達グループとかがない限り、結構私にとっては難しくて、で、それで毎週、あ、私は週末に会う友達もいないんだ。私は週末に仕事してるんだ。みんなが楽しんでる中。っていう風に比べ始めてしまったんですね。まあ今思うと、私がドイツにいた時、それは留学中だったので、留学中ってもうパーティー三昧なのは当たり前で、あの時毎週末遊んでた子たちも別に自分の国に帰ってもそうというわけではなくて、多分勉強しないといけない時はちゃんとしてたし、自分の国に帰ったら週末アルバイトしてるっていう子たちもたくさんいたと思うんですけれども、私は自分はつまんない人間なのかみたいな風にこう毎週金曜日になると金曜日になって予定がないと私はちょっとはぁっていうなんだろう自分に対してイライラしたりしていたんですね。で、スペインにいる今、スペインに来て3年半ぐらい経ったんですけれども、ドイツにいる時とほぼ同じような状況です。それはパーティー三昧という意味ではなくて、そのスペインにも家族も昔からの友達もいないし、むしろドイツの時は大学とかエラスムスというものがあったけど、こっちではオフィスとか大学すらないので、本当に所属する場所がなくて、友達も誰も知らなくて、で、なので孤独に感じるっていうのは本当に当たり前だと思うんですね。ただ、自分怖いなって思うのは、私結構友達はたくさんいる方で、友達の誕生日イベントとか、大きいことじゃなくても、日常的に友達に会って、
ビールを飲みに行ったり、コーヒーを飲みに行ったり、海沿いを歩いたりとか、いろんなことをしていて、で、旅行にもよく誘ってもらって、かなり本当に恵まれている方なんですね。なのに、ちょっとでも予定がない週末とか、何日間か友達に会ってない日が続いたりすると、すぐ、あ、私は孤独なんだ、友達が足りてないんだ、みたいな風に、100から0まで思考が飛んじゃうんですね。で、次の週になって、またたまたま予定がたくさん入って、友達にたくさん会ったりしてると、あ、なんだあんなの、嘘じゃん、私全然孤独じゃない。とか言って、で、また次の週予定がないと、あ、孤独だ、みたいな、良くない孤独のループを繰り返しているんですね。で、最近それに気づいて、これはやばいな。このままだと一生孤独を感じっぱなしになっちゃうんじゃないかなって急に心配し始めたんですね。それでちょっと孤独という正体について考えてみようっていうきっかけになったんですけれども、一つ考えてみて、一つ気づいたことは、私の中では孤独であること自体への恐れ、つまり本当に一人でいるのが怖いとか、誰にも理解されていないのが怖いっていう自分の中から来る孤独への恐れと、もう一つ、孤独である自分がどう見られてるかとか、自分は孤独なんだっていうのを考えることから来るこ恐れっていうのがそれぞれあるということに気づいたんですね。例えば、私はあんまりレストランで一人で食べることが好きじゃないんですけれども、まあそれは誰かと一緒に食べた方が楽しいっていうのもありますけれども、同じレストランで一人で食べるっていう行動でも、東京でそれをやるのと、今住んでるスペインの街でそれをやるのでは全然感じ方が違うんですね。なぜかというと、東京って一人の人にもすごい優しい街で、そもそも一人でいる人がたくさんいるし、あと一人用の席とか、焼肉でも一人焼肉のお店とか、一人でいるのが前提な場所がたくさんあるんですね。なので、東京で一人で食べるっていうのは全然私は大丈夫なんですけれども、例えば今住んでるスペインの街って、そんなに大都市ではないので、レストランとか土日のレストランとか行くと、結構大家族が、しかもスペイン人って家族で週末にランチを食べるっていうのが結構活発なので、週末に大家族がみんなで楽しそうに食べている。で、その中で一人で食べると、それは私はすごい嫌なんですね。なので、自分は一人で食べるということ自体が孤独に感じている。一人で食べるという孤独自体が嫌なのではなく、周りと比べて自分は孤独だと認識されたり、もしくは周りの人に見られて、あ、あの人孤独なのかなっていうふうに思われることが嫌なんだって気づいたんですね。皆さんここまでどれくらい日本語わかりましたか？もし、誰かと話すことで、孤独な気持ちが少しでも薄れるという人がいましたら、ぜひ、さやジャパニーズスクールで日本語のレッスンを受けてみてください。さやジャパニーズスクールでは、タイムゾーン、専門科目、レベル、授業の雰囲気などに合わせて、様々な先生が、皆さんのことをお待ちしています。で、どの先生もすごく優しくて、忍耐強い方たちなので、安心して日本語を話す練習をできると思います。さやジャパニーズ .com からぜひ、自分に合う先生を見つけてトライアルレッスンを申し込んでみてください。キャプションにリンクを載せておきます。それでは本題に戻りましょう。
で、最近は家族という価値観もどんどん薄れてきていて、より一人でいる、一人を選ぶということが普通になっているとは思うんですけれども、まだ一人イコールかわいそうって思っている人は結構いると思うんですね。で、私も自分がそういうふうに一人でレストランで食べるのが嫌だって思ってるってことは、多分その自分の中にも一人イコールかわいそうっていう偏見がまだ強く残ってるからなのかなって思うんですね。例えば、例えば、例えば社会でも結婚して子供いる人が結婚していない人たちを見て、早く結婚できるといいね、一人でかわいそうだねとか発言したり、あとはたまに一人で喫茶店とかバーにいるお年寄りの人を見て、なんかかわいそうって涙してる人とかもいますよね。多分、人間は生物学的にも社会学的にも群れでいる、グループでいるのが当たり前って思ってる人は結構多いんじゃないかなと思います。で、そういう社会だからこそ一人でいるとより強く孤独感を感じるのかなと思います。もしデフォルトが世界のみんなは一人で生きるっていう状態、この一人でいるっていうことがデフォルトなら、孤独感を感じる人ってかなり減るんじゃないかなと思います。で、理想はそういう社会のノームにとらわれないことですよね。一切気にしないことが理想で、まあもちろんこういう話をしたら絶対もうそういうのは気にせず一人を楽しみなとか言われると思うんですけれども、まあ実際に気にしないっていうのは難しいですよね。私も若い頃は社会のノームとか社会でこうあるべきとか一般常識とかに全然とらわれずに生きてきたと思っていたんですけれども、最近よく考えてみると、自分の行動とかを分析してみると、実はすごくとらわれてるなって思うことがありますね。で、周りを見ても一人でいるイコールネガティブなことってこう感じている人は結構多い気がして、例えば時々見かけるのが、こう週末予定がないけど、週末何するのって聞かれて、で、一人でゆっくりする、一人で過ごすってはっきり答える代わりに、仕事が忙しいから今週は一人でいるみたいな、もしくは疲れてるから今週は一人で休むみたいな、こう、何かしらの言い訳を言わないと一人で過ごすっていうのが言えない人って結構いますよね。私も時々やってしまうんですね。こう、何するの今日金曜日の夜だけどって言われて、たまたま予定がない日に、今日は、今日予定ないから一人でいるじゃなくて、ちょっと疲れてるから今日は家にいよっかなとか、ちょっと仕事があるから家にいるかもとか言ってしまって、自分、結局そんなに疲れてたり仕事があるわけでもないのに、そういうふうに言ってしまって、なんかそれは金曜日の夜なのに一人で過ごしてるのがかわいそうって思われたくないから、こういうふうに言ってるのかな、自分なんてダサいんだとか思っちゃうんですけれども。で、最近私がちょっと考えていることは、孤独が怖くて結婚している人ってどれくらいいるのかな。結婚しているもしくは子供を作る人、孤独が怖くて子供を作る人ってどれくらいいるのかなって考えていて、もちろんもう幸せで、一緒にいたいから結婚するとか、もしくは法律上便利だから結婚するって、まあいろんな結婚の理由があると思うんですけれども、中には
安心するために結婚するっていう人もいるんじゃないかなって思うんですよね。結婚した瞬間、家族になるので、家族っていろんなところで優先されるし、例えばなんだろう、奥さんが今日家で何々をしているから帰らなきゃとか、夫が今日は夫が休みだから私も休みにするから、一緒に遊べないとか、家族のために何かをする、他の部分を犠牲にするっていうのが結構普通だったりしますよね。で、あとは結婚していた方が、まあ別れるのはちょっと壁が高いというか難しいですよね。もし結婚していなかったら、はい、じゃあ別れましょう、終わりですけれども、結婚していたら、場合によっては裁判所を通したり、いろんな書類を書いたり、日本では名字を変えたりとか、かなり手続きが難しいので、めんどくさいから離婚していないっていう人も結構いるようですね。なので、無意識的に結婚すれば、まあ、なんだろう、お互いに一緒に居続ける可能性が上がるので、一生一人でいる、一生孤独であるっていう可能性は免れるから、だからそのために、もちろんそのために本当に結婚するっていう人はそんなにいないかもしれないけれども、それが結婚することの一つの理由である人いると思うんですね。実際、今ではこんな考え方少ないかもしれないですけれども、昔は結婚したらもう自由はなくなるよとか、結婚するってことはお互いのことを我慢して嫌なこともやるってことなんだよみたいなことをよく言われていましたよね。で、今は、今はこんなことを言う人は減っていると思うけれども、それでもたまにテレビで婚活アドバイザーとかの話を聞いてると、結婚したいならこだわりは捨てなきゃダメだよとか、多少の妥協はしなくちゃいけないんだよっていうのを、よく聞きますね。なので、今でもその結婚っていうのは我慢が一緒に来るものだっていうのは、人によっては正しいことなのかなって、それに対して、いや、そんな結婚いらないっていう人もいますよね。こう、ぴったりあって、そんなに我慢しなくても、そんなに不幸せを感じなくてもいい相手がいるはずだっていう人もいますよね。で、私はどっちも正しいと思うんですね。あの我慢しないでいい結婚相手を見つけることは可能だと思うんですけれども、もしかしたら、すごくラッキーで、若いうちにもう付き合った一人目でたまたま見つかったみたいな、そういう人もたまにいるけれども、大抵は、そのぴったり合う一人まで、に出会うまでもう何年もかかって、もしかしたら一生会わない可能性だってありますよね。なので、もしどうしても我慢しないでいい結婚相手がいいなら、結婚できない可能性はある。けれども、逆に結婚するということ自体を優先する。人がというよりかは結婚したいっていう気持ちが強いなら、やっぱり多少の妥協とか我慢はしないといけないのかも、諦めないといけないことがあるのかもしれなくて、で、そうなると結婚の目的って何なんだろうなと思っていて、多少我慢してもこだわりを捨てても結婚したい場合って何のために結婚するのかなと疑問に思っていて、で、もしかしたら人によっては、
我慢を多少したとしても、一人です一生いるっていう孤独は避けたいっていう人がいるのかなって最近思っています。ちょっと話が、あちこちに飛んじゃって分かりにくいかもしれなくて申し訳ないんですけれども、というのも、この今回の話の原稿を結構前に作ったので、その時どういう気持ちでこの原稿を書いていたのか忘れてしまって、話がしっかり通じているといいんですけれども、というわけで、まあ、私は結婚についていいとも悪いとも、どっちも持ってないっていうか、そんなに強い気持ちがなくて、で、ただ、結婚しないっていう選択肢が最近増えているのに、社会はまだ独身の人をかわいそうとか、一人でいることをかわいそうって見る傾向が強く残っていて、で、しかも社会の構造的にこう家族に頼らないといけないシーンってたくさんありますよね。例えば入院したりして、で、面会は家族だけですとか、救急車に一緒に乗れるのは家族だけですとか、一緒に住むのも家族と一緒に住むのが普通で、こう40歳、50歳になったらシェアハウスとかはあんまりしないとか、法律とか金銭面でも家族で一緒にいた方がお得みたいなことはたくさんありますよね。なので、その結婚しなくてもいいっていう新しい価値観と、家族でいることが当たり前、家族でいることを前提とする社会の構造の間に溝があるのかなって思いますね。で、実際に日本でも孤独死っていうのがどんどん増えています。孤独死っていうのは、あの、家族も友達も同僚とかもあんまりいない人が、まあ、老衰とか病気とかで、急な病気とかで、例えば部屋の中で死んでしまって、で、誰にも気づかれずに2、3週間死体が放置されて、で、なんかアパートのオーナーさんとかが匂いに気づいて、で、発見した時にはもう体がボロボロになっていたみたいな、そういう孤独死が日本ではたくさん増えているんですね。で、今ってもう AI とかいろんな新しいことがどん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 生まれてきているので、多分こういうのも変わっていくとは思うんですね。というか変わっていくといいなと思っています。例えば大人専用のシェアハウスとか、まあ今もあると思うんですけれども、もっと活発になったらいいなと思ってるし、あとはこれも今もありますけれども、一緒にこのイベントに行くつもりです、私このイベントに行く予定ですって言ったら、ちょうど行く予定だった他の人が集まって、こうみんなで行けるとか、もっと家族に頼らない生き方の人たちが一緒になって支え合えるような構造ができたらいいなと私は思っていますね。で、実際多分、あの、つながるポテンシャルがある人たちってたくさんいると思うんですね。例えば、金曜日の夜、暇だな、誰かと会いたいなっていう人は、多分その近辺にたくさんいるけど、でもそこがうまくつながっていないっていうのってすごい悔しいと思うので、そうですね、その今のAI とかの今のデジタル化とかいろんな進化とともにこの面も一緒に進化していけたらいいですね。なのでまあこういうふうに、まあ、まずは社会の偏見にとらわれないこと、一般常識にとらわれないことが大前提として、で、あとはその社会構造も変わっていくといいなと思っていますが、まあその間に孤独を感じてもあまりネガティブな気持ちにならないこと、もしくは、あんまり孤独を感じないでいいようなコツっていうのもあって、ちょっと最後にこれを紹介したいんですけれども、
まず一つ目は、海外に住んでる人向け、まあ、自分の国に住んでてもかもしれないですが、えっと、子ど、大人になったら友達全然作れないとか言うけど、実はやればできると思うんですね。私も友達作りたくない、そんなに友達もっと欲しいけど、すっごい必要なわけではないっていう時は、友達全然できないとか言ってたんですけれども、いざ、いや、友達もっと欲しいなと思って、こう、ちょっとでも自分のコンフォートゾーンを抜け出して、いろんなところに行ってみると、新しい人たちに出会うチャンスって実はめちゃめちゃあると気づいたんですね。私自身はこう友達ができないとか言ってる時ってすごいいろんな言い訳を言ってたんですね。例えばスペインに住んでる時は、でもスペイン語ができないからとか、あとは同じ趣味の人いないからとか、住んでるところが小さくてつまらないからとか、いろいろ言ってたんですけれども、いざこう一歩踏み出してみると、まあ、スペイン語なんてスペイン語勉強すればいい話ですし、同じ趣味の人だって探し方を工夫すればいくらでもいますし、自分の住んでるところがつまらないって言っても、まあ本当に小さくてつまらない場合もありますが、実はまだ冒険しきれていないだけっていう場合もあるので、こう友達作りって難しい点もいっぱいあるし、特にシャイな人たちにとってはすごいエネルギーを使う大変なことだけど、でも可能性はたくさんあるんだっていうことを知っておくといいかな。はい。で、二つ目は逆に一人でできることもたくさん増やしていくといいと思います。エクスポージャーセラピーって聞いたことありますか？その怖いなって思ってること、超簡単に言うと怖いなとかやりたくないなって思ってることを逆に積極的にやってって、その瞬間は恐怖とか緊張とかいろんな感情を感じるけど、まあそれでちょっと強くなっていくみたいなので、例えば私もあのレストランで一人で食べるとか、土日の人がたくさんいるところに一人で遊びに行くとか、結構嫌いなんですけれども、最近は一つずつ、今週はこれを一人でやってみようみたいな感じで、ちょっとずつ克服する、努力をしています。で、スペイン生活3年半の今はもうさすがに一人でいることにも慣れたし、いろんなことを一人でできるようになって、逆に最近はこんなに一人慣れしていいのかってちょっと心配になってしまうこともあるんですけれども、一人で自分を楽しませるって最強ですよね。こう、どんなに暇な時があっても自分さえいれば楽しくなっちゃうんですから。なので、自分でできること、一人でできることをなるべくこう、なんだろう、あの、武器として持っておくっていうのはすごく大切だと思います。で、最後に、これは私がいつも忘れてしまって危ない危ないっていつも変えることなんですけれども、意識が、自分の意識を常に内側に向けておくということです。ちょっとこれに関してはこれだけでもうポッドキャスト1エピソード作りたいなとも思ってるんですけれども、こう他人にどう見られてるかとか、この成果は誰に評価してもらえるかとか、そういうことを気にしているうちって多分一生楽しめない、一生幸せになれなくて、例えば週末何かをした時に、そのことを誰にも言わなくても、誰にも知ってもらえなくても楽しめる状態にしておく。例えば友達と素敵なカフェに行ったっていうのも、別にそれをインスタグラムに上げたり、誰かに素敵なカフェに行ったんだよねって言わなくても、自分の中でそれが楽しかったなって思えれば、もうそれで十分っていう風に、全てをこう自分軸にする、自分を楽しませるためにやる、自分が幸せだからやるっていう風に意識を内側に向けることで、こう一人であれ、誰かと一緒にいるであれ、こう孤独であれ、
いつでも穏やかな気持ちでいられるのかなって思っています。はい。ちょっと今回ダラダラした話になってしまったんですけれども、通じていると嬉しいです。皆さんも孤独についてどんな価値観があるのか、どんなことを感じているのか、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!